香港カンフー武術学院の総教練真鍋覚山でございます。本日は少年党解説シリーズその21ということでございまして、前回は第3節のパクサをご紹介させていただきました。そして今回はですね、今回も第3節というのは前置きにつくんですけど、第3節の短差でございます。第1節の短差と第3節の短差っていうのは、用法も含めて、だいぶ違います。そこら辺も含めてご紹介させていただきたいと思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。さてですね、第3節の短差って第1節のこの竿君の状態から開いてでスーッと出していくっていうもんでしたね。ほんで、この技は各派によってですね、教える師匠の系統によりましてですね、だいぶ内容が違います。あるところの先生はこう出して第一節と第三節と何も変わらんっていうような教え方をする先生もいらっしゃいます。で、我々の方温春寮のスタイルですと、温春寮派になりますとですね、まずおへその高さまで手のひらひっくり返しておへその高さまで下ろします。ここがスタートです。ここから下ろします。これ下ろすに技は、これ技でもなんでもない、この位置に持っていってるだけです。で、普通まっすぐ出す短差を放物線上の軌道で出します。つまりここから視点で放物線上の軌道で短差を出して、最終的には第一節の短差を終了した形で止まります。こんな感じになります。竿君の状態から下向けておなごへその辺まで下ろします。で、こっから支点になって半円形放物線の軌道を描きながら最終的に短差の形でピタッと止まります。これが第3節の短差ということになります。第1節の短差と違うところは、第1節は直線でこう出します。直線でです。で、第3節の短差は温春寮派になりますと放物線で出す。直線と放物線で大きな差がございます。こっからスッと出すのと、こっからこんな感じ。最終的な形は一緒です。だから短差っていうことなんですけども、じゃあ何がどう違うのか。大きな違いはありますよ。まず放物線で出す。出さないグループもありますけど、その時第一節と第三節とどう違いまんねんって言うたら、そんなにも変わらんよいうことになってしまうんですが、我々のグループでしたら放物線で出す。こんな感じになります。それと大きな違いはですね、第一節の短差はまっすぐ出します。で、第3節の短差はこっち側に開きます。これを外旋運動と言いますが、外旋運動をしながら短差ですから、手のひらひっくり返すんですね。ひっくり返して外旋運動をしながら短差を出します。こんな感じになってるわけでございます。それはどう違うかっていうと、目的によりけりでその力の出し方にはちょっと違うんですね。特に短差っていうのは外旋運動をしながらすると、外力、外側からの外門からの力にすごく強くなりますから、
ひねりながら出すとね、こっちへいっぺん返すっていうことが問題ではなくて、これミソなんですね。いっぺん返す、これ返さず出すのと返して出すの、これは大きな差があります。やってみれば分かることです。第三節の一連の動作というのはボンシュンリョンスタイルになりますとだいぶ違うんですけども、よその派も含めてスタイルも含めてどんなもんかっていうと、いろいろあるようですね。ボンシュンリョンのスタイルはここを半円にやってるのは小さはありますね。第二節の小さ、我々のグループでは小さく出します。しかしよそのグループで大きく出す場合、大きく小さを出す場合だからこの第三節の単差をとは大きくこう出して、でよそのグループになるとこれを小さでやっちゃいますので、ここではいらんんですな。だからホーブ線の軌道は出さずまっすぐ出せばいい。その回ひねってると思いますがね、出さなければならないというような感じになってまいります。基本この第三節の単差はひねりながら放物線で出してフックをこう避ける、この軌道でフックが来た時こうやって避ける、そういう用法になってまいります。そうフックを避けるんだからこんな感じで軌道でやらないと、こんなん出したんじゃ上から取れませんからね。大きく出して顔からもこめかみも顔も狙ってきてるやつみんな止めないといけません。で下まで下ろすとひねりながらということです。単差をっていうのは非常に簡単なように見えます。早く出てきますしね。で理屈から言うとすぐできるように思うじゃないですか。意外にこれができないんですよ。実践で使えるかって言ったらそんなに使えない、大きな力に対して単差をで対抗できるかっていうと意外にできないっていうのが多いんですね。ですからある程度鍛え上げないと単差をであるためには鍛えないといけないということになりますね。それと単差を出す場合で英春圏なんですが正中線の軌道で出す、当然、半円形放物線の軌道でやってもこの正中線上で出してる、これは一緒ですから、これもね第一節みたいに出しても正中線上で出してるのは一緒ですから、これはそこに違いはないわけですけど、よその派見てますと少年との動画ですね、 YouTube の見てますとこんな感じでね、真ん中をずっと越えまして後で真ん中帳尻合わせみたいに入ってくるっていうのがありますが、それはダメです。最初から直線で出ないとダメです。直線で出ない、正中線上を単差というのは出ないとダメです。この時力弱いですよ。そんなことすると力が連続しないということになります。英春圏というのは力が連続することを旨としなければならない。ある時は出るけどある時は力が出ない。力がぶつ切れになって弱なったり強なったりする、連続的に出してる技の中でここは弱いけどここは強い、そんなことあるわけないですよね。常に一定の力を出していくということが英春圏の術理でございます。
普遍的な術理でございます。例えばファックンするんでも、ここは弱いけどこの辺から強くなる、そんなことはおかしい。ここから言うたらここからちゃんと出ないと、下手してこのサウフンのとこからちゃんと出ないと、キュッと出ない、それはいかんわけですね。一般的な打撃系格闘技の考え方とこの詠春拳の考え方は全く異なります。力は増減するもんだと、その一番力が出てる時にパンと当てなきゃ効かない、これはボクシング関係者が言ってます。距離感が合わないとかね、距離感がぴったり合うた時に一番ピークが来るわけでしょ、パンチ。詠春拳はそんなことありませんよ。どこもピークが来るように打ちますから、それはそういうふうに打たないとダメだし、守るなら守るで、どこでこう引っかかっても同じ力が出ることを目指さなければいけない。パンチが来るでしょ、こう避ける、なんか炭素で避けるするでしょ、もう打ちこのとこ一番大事なところ、力が弱まっている状態のところでこう接触してしまった時どうしますか。それはいくら何でも無理というもんですね。ですからいつでもマックスのパフォーマンスが発揮できるように技というものは出していかなければならないということです。まあそんな感じで、他の技においてもボンサオでもタンサオでもボクサオでも他の技全部です。全ての技において力は連続して出さなければならない。強くなったり弱くなったりしてはならない。これは詠春拳の普遍的なロジックでございます。これで、詠春拳のちょっとした術理も教えすることができましたので、今回はこれで終了したいと思います。はい、ありがとうございました。